思いますよと教えてくれはったりとか。先ほど出したカヌレを最初すごい感動したのが、東三国にあるフレンチのお店でボルタンシアビストロさん。フレンチっていうとすごいちょっと構えちゃうんですけど、すごくこう身近に感じるフレンチというか、手の届きやすいフレンチ、お値段とかじゃなくてお料理の距離感というか、食材もこう見たことある食材だったりとか、でもなんかその一皿の中にちょっとジビエがこうしっかりこう主役であったりとか、シェフの川端さんもすごく気さくな方で、こうお話何でも聞いたら教えてくださる方で、僕もカヌレやってるのはまだ言ってないんですけど来週にしてください。高級店のサービスというよりもどっちかっていうと、もう本当にこう家に来ていただいたみたいな感じで、ちゃんと美味しいものを常に作り続けてることと、いろんな要素いっぱい全部がちゃんとうまく重なり合ってるのかなとは思ってます。オルタンシアビストロの川端です。はい、フランス料理の、ビストロですね。はい、上質をカジュアルにをコンセプトにして、してます。はい。大学を卒業してから料理人になりまして、芝公園にあるレストランクレッセントっていうすごい老舗のお店とトレフ宮本で約4年ほど働いて、で、フランスに行きまして。フランスは研修とかも合わせると4店舗か5店舗ぐらい二つ星のお店ばっかりで、ブルターニュのお店では3年、はい、働きまして、日本に帰ってきて三国オーテルド三国のシェフの三国清美市のところで軽井沢店で料理長をやって、俺の株式会社で執行役員になりまして、梅田、難波、博多の料理長を務めて、でそれから独立したという形になります。はい。基本的にはやっぱりその日に使う分だけの野菜を火を入れて、でその時のそのサービスの分だけ加工して、で、できるだけ使い切るというか、もうだからそのサービスごとに用意するというので、できるだけ新鮮なものになってると思います。はい、これ富山ですね。富山のイノシシ。はい。ちょこちょここういうのも届いたりします。はい。富山県産です。基本的にはやっぱりこういわゆるよく代表的にある鹿、イノシシ、ハト、とかキジとか、その辺を使うんですけども、まあ、あとはこうその辺をずっと使ってるとその噂を聞きつけて来られる方が、ちょっと特殊なものをいろいろリクエストされるので、はい、で例えばまあアライグマだったり、はい、まあ、アナグマは最近だいぶメジャーになってきましたけども、タヌキだったりヌートリアだったりカラスだったり。はい、皆様がこうリクエストされるので、で僕も興味本位で、それだったら一回やってみましょうかって言って、はい、やったり作ることはよくあります。はい、この時期はトウモロコシ。はい。お客様とかも何度も何度も来られてるんで、やっぱりこう毎日同じもの出すわけにもいかないので、できるだけこういろいろこう違うものを出すようにもしてます。はい。ものすごい人気で、もうずっと作り続けてますね。三国の時からずっと作ってて、結構お客様はなんかベントレー乗ってお客様が買いに来たりとかそんなんもあるぐらいすごい人気の、はい、チョコレートケーキです。そのじゃあガトーショコラだけを求めてこられる。そうです。軽井沢でその三国で働いてた時はこのガトーショコラだけを買いになんかこう10本とか買いに
群馬の奥の方からこう来たりとか、はい、してくれたぐらいのすごい人気商品でしたね。もともとそのお店はずっと独立はしたいなとは思ってまして、一番最初は本当に三国を辞めた時に独立するのもありかなっていうのもすごい思ったんですけど、こうちょっと高級店ばっかりしかずっと渡り歩いてなくて、その高級店を自分でやるって言ったら多分ちょっとうまくできる自信がなくて、でお金もそんななかったですし、でやっぱりちょっとこう低価格帯のお店がやりたかったんで、それを見るために俺の株式会社に入りました。はい。間もなんでなんかこうだから基本そのなんかこう小麦粉をあんまり使わない。6歳もんやよね。そんなことも言われません。はい。いわゆる高級店のサービスというよりもどっちかっていうともう本当にこう家に来ていただいたみたいな感じで、はい、だからずっとエプロンなんです。これもわざとなんです。高級店みたいにこれきちっとしたらそういうサービスしなきゃいけないんで、うちビストロってしてますけど、なんかちょっとうまく逃げれるようにうちビストロなんでって言えるようにいろいろしてるんです。ちょっとこうわざとフランクにしてね、こんな格好してるのもそうですし、コックコート着ないっていうのも、まあこれ暑いからですけど冬場になったらコックコート着てるんですけど、はい。バナナと言いますか。はい。いらっしゃいませ。これはごぼうなんですけど、これなんかこう結構何でも商品にするみたいな、はい、ところがあります。これ普通に、まあ、塩茹でしてとか塩水で茹でてでサラダにしたりとかなんていうかこう付け合わせでつけたりとかって結構よくしますね。フランスではあんま好きじゃないですけどね、あんま好きじゃないですけど、でもそのレギュームブリエって言って昔からの野菜なんですよ。菊芋とか、カブとかそういうのが結構その戦争時代によく食べられた野菜で、なんかこう皆さんそのなんですかもうこう貧乏な時代に食べた野菜やからって言って毛嫌いする人は結構いるんですけど、でも今でもそれは全然
ついててくれやったりとか。はい。お昼は、基本やっぱりママさんがママ会みたいなのがよく使われたりとか、あと、サラリーマンの皆さんの会食でちょっと軽く本当のランチ会だったりとかするので使われるので、結構時間がない方とかいらっしゃるので、できるだけスムーズに時間かけずに出せるような、かといってちゃんとフランス料理を出すっていうのを意識してやってます。で夜はどちらかというとしっかりとビストロの料理、フランス料理を食べていただきたいので、ジビエだったりとか前菜もパテだったりとか、ちゃんとフランス料理をしっかりと、ボリューム多く召し上がっていただくっていうのを、コンセプトにしてます。どれかいろいろ考えてこうもうなんていうかね、もう5年6年でようやくこの今のスタンスにこのスタイルにたどり着いた感じですね。どうなんですよ。でもちゃんと美味しいものを常に作り続けてることと、ボリュームしっかりしてるのと、お客様を待たせないっていうのもありますし、でも多分いろんな要素いっぱい全部がちゃんとうまく重なり合ってるのかなとは思っています。これで火が入らないんですよね。基本55度なんで火が入らないで、ここで最後焼き色つけてもう一回熱ギューッと加えて70度ぐらいまで気持ちいい。そんなら意外に中しっとりなんです。
つ。ここのお店がミシュランに1回乗ったんです、ビブグルマンで22と23かなでミシュランに乗った時にヨイドンにテレビに呼ばれまして、でそこからなんだかんだとコンスタントにずっと、はい、呼ばれています、今はもうだいぶスパンが短くなって3ヶ月おきぐらいで常にテレビ呼んでもらえてます、はい。結構よく来られるんです。いや、そんなに週3日ぐらいしか来ません。お店の魅力はね、まずはやっぱりシェフがね、量の加減を知らない人ですね。少なめにってお願いすると、多分普通の店の大盛りですね。ジビエをね、なんかいろいろと引っ張ってきはるので、食べたことのないようなジビエがいろいろとね、アライグマだとかタヌキだとかカラスだとか、なんか数々のねジビエがありましたね、今までね。結構ジビエファンの方には面白い店かなと思いますね。映像とこと違うのでちょっとあっさりやと思います味が。そうですね、そうです。どっちかというと牛に近い感じですね。本当に。新大阪からもすごい便利ですよってことは伝えたいですね。そうですね。結構東三国っていう土地って皆さんほとんど来られることがないみたいで、東三国に初めて降りたって人がよくいるので、ある意味だから新大阪からの徒歩で来れるのは来れるので、そうですね、新大阪から近いっていうのはあるんですよ。お店は、一応今のところはちょっとなんとかここで我慢して、移転できるのなら移転もちょっと考えたりも一応してるのはしてます。で今はちょっとまだ難しいかもしれないけども、なんとかこうカウンターだけだったりとか、こうもう少し体いたわって仕事できるような、スタンスのお店が作れればなと思ってます。それは中崎町では
もしかしたらそんな形になるかもしれないです。ちょっとまだそこまで今のところは見えてないです。今はここの新大阪っていう東三国新大阪っていう土地は意外に地方からも来てくれて、新大阪で降りてうちに来てくれる人もいるので、だからそれもそれで利点で広島から来ましたとか九州から来ましたとかっていう人たちも意外にでそれでちょこちょこ年に1回とかうちに必ず来てくれる人もいたりする。そういう人たちがそういう人たちですごくありがたいですんで、そこはそこでなんか大事にしたいなとも思ってますね。はい。マジックレストランっていうのが梅田にあるんですけども、マジシャンが、目の前で本当の目の前でマジックしながらで、料理も召し上がりながら出ているお店がありまして、なかなか、楽しいお店です。でオーナーさんもすごいいい人で、はい、マジシャン皆さん気合い入れてマジックしてますので、ぜひぜひそこは行ってほしいなと思いますね。はい。あとはですね、同じ東三国になるんですけども、すぐ近くになるんですけども、スリランカ料理のお店がありまして、ラサハラというお店があります。そこはアジャンタというスリランカ人が、ちゃんと本物のスリランカカレーを作ってます。もう僕はビリヤニは結構お手頃の価格なんですけど、ビリヤニとかはもう1000円ぐらい、高くても全然問題ないんじゃないかというぐらい美味しいお店ですね。はい、もうぜひおすすめだと思います。もう個人的にはもっと売れてほしいなと思っているお店になります。はい。もう一つ東三国にあるんですが、おむすびオンという、おむすび屋さんですけども、そこもちょこちょこメディアに取り上げられてますけど、はい、そこのお店も、なかなか面白いお店かなと。オーナーの高井さんって方は、結構波乱万丈な人生を送ってまして、で、東京で修行してでこちらでお店をやってなかなか賑やかな奥さんですけども、はい、面白いお店かなと。最近ちょっと絵本にも力入れてるみたいに、なんか周りに絵本飾って子供たちをいっぱい読んでっていうのをやってます。そこもぜひおすすめです。はい、よろしいですか。はい、せっかくで料理運んでもらわな困るのに。お二人どこで出会われた？中学校の同級生。中学校の同級生です。クラスメートです。中2の時のクラスメートです。そうです。恐ろしい。いや、すぐ深掘りしたくなってきました。そうです。本当に、はい。本当に。中2の時の。その時からお付き合い？いや、そんなことはないです。それはよく聞かれますけど、そんなことはないです。再会してですね。同窓会で。いや、大学の時に違う大学やったんですけど、週1回だけ同じ電車やったんですよ。週1回だけやった、それで久しぶりってなってでたまに連絡するメールをしてて、いつの間にか一緒になると思わなかったよな。はあ。シェフがフランスに行かれた時は遠距離だからお付き合い0日婚です。そうなんですか。ほぼご結婚されたのはフランス行ってる最中これはね言うとねみんななんかなんか不思議やなとかって言いますけど、前からもともと知ってたんで、だから別になんかそこのとこそんなめっちゃ気にはならなかったですけど、で別になんかね、その時に初めて仲良くなったっていうわけじゃなくて、昔から一応大学の時とか会ったりとかして喋ったりとか一緒にね学校行ったりとかそんなもんしてたんで、意外にだから知らないわけじゃなかったんで、そんなそこまで気にならなかったですけど、フランス行ってる最中に結婚しました。私が行ったんです。フランス行くわフランスにいるはずの主人に電話したんですよ。電話したら今スイスって言われて、やっぱこれぐらいワールドワイドな人じゃないと人生を預けられへんと思って遊びに行ったんです。フランス。奥さんの行動力もすごいですね。恐ろしいね。それがなかったら多分結婚してないです。だから周りはすぐ別れる思っとったやろな多分。で僕だから結婚しなかったら日本帰ってきてなかったです。別に向こうでも全然いいと思ってたんで。だから結構なかなかな波乱万丈なんです。すごいいろいろあって。なんかそれだけでまたお話聞きたいぐらいで。そうですね。